アンニョンニムニムシュンニムです。今日は自分の準韓国人がなんで日本に来て韓国先生になったか、その理由について話してみたいんですけど、自分が日本に来た理由はこの上の動画を見てください。では行きますね。まず自分はいつも昔からそうやったんですけど、偏見と差別がなくなったらいいなって思いました。この偏見はやっぱり韓国ではちゃんと大学行って卒業していい会社に就職してもう稼がないとダメっていう偏見が結構あったんですけど、自分は昔からそれが嫌だったし、自分がやりたいことじゃないのに他の人がこれやらないとダメだよっていう理由でそれをやるのが嫌な人でした。なので高校も1年生で辞めて自分がやりたいことだけやってきました。もうそんな感じでもうなんとなく今日本に来たんですけど、日本で日本語の先生韓国語先生をする前は普通に韓国料理屋さんで働いてました。でも他の仕事もやってみたいなって思って韓国語先生っていう仕事を見たんですけど、最初は自分がこんなんいけるんかなって思いました。で最初はスルーしたんですけど、自分が日本で生活しながらいろんな日本の方と出会ったら、みんなが韓国には興味を持ってくれたり、韓国の文化が好きな方も多かったし、韓国語を学びたいっていう方も多かったです。ほんまに韓国好きな方も多かったんですけど、ネットでは韓国が嫌いな方、喧嘩の方もたくさんあったんですけど、現実の日本に住んでみたら日本が好きな方がもっと多かったです。でいろんな方が自分に韓国の文化や韓国語について聞いてみたんですけど、当時の自分は韓国の文化を知ってるけど誰に正確に教えるぐらいの知識はなかったし、韓国語も生まれたから使えるぐらいで教えれるぐらいではなかったんです。そうやって1年ぐらい日本に住んでみたら、ほんまにたくさんの方が韓国のことが好きって言ってくれたり、たくさんの方が韓国語を学びたいけど難しくてできない、勉強は大変だっていう考え方を持っていると分かりました。でも自分ももともとは勉強はあんまりやってなかったし、高校も1年で辞めました。辞めてから自分は全然勉強もしてなかったのに、こんな自分も日本語の勉強5ヶ月で日本人と普通の会話もできるようになったし、日本語の資格 JLPT N1 一番高いレベルも合格したので、他の皆さんはもっと早くちゃんとできるんじゃないかなって思いました。勉強は硬い、やりづらい、しんどいじゃなくて、軽く楽しみながら笑いながら勉強ができる韓国語勉強を俺が教えたらどうかなって思いました。あとは間違えてるネットのニュースで、韓国は反日教育、韓国は日本人が嫌いとか間違えてる情報で韓国のことがただ普通に嫌いっていう考え方を持てる方も多くて、ちょっと悲しかったんですけど、自分と話して実際の話を聞かせてあげたり、間違えてる部分を修正して正しい情報を伝えたら、やったら韓国が嫌いじゃないよって言ってくれる方もいました。なので自分がもうちょっと勉強して韓国語先生になって、たくさんの日本の方にもうちょっとやりやすく韓国語の勉強も教えたり、韓国の文化についても教えたら、韓国と日本の関係がちょっとは良くならないかな、偏見を持てる人が減るんじゃないかなって思いました。それで韓国語先生に応募して自分の話を聞かせて合格をしました。もうそれからは自分もたくさんの韓国語の文化を勉強したり、教えれるぐらい韓国語の勉強もやって、今みたいな韓国語先生になりました。今まで自分韓国語先生3年ぐらいやってますけど、100人以上教えてきたし、1対1じゃなくて区役所とか住民センターで1対10もう1対15で授業をやってます。だったらここでそんな見た目で先生で大丈夫？もうちょっと綺麗に派手じゃないようにしないとダメじゃないとか言われるんですけど、もちろんそれがもっといろんな方に受けはいいと思いますが、自分は昔からこんなちょっと派手な感じが好きだったんですけど、なのでこんな外見だけど外国語をちゃんと勉強して先生になってちゃんと教えてあげれる。なので偏見をまたなくした方です。なので自分のスタイルままで先生になりました。もちろん自分のスタイルだけが重要で韓国語をちゃんと教えられなかったらそれは間違えた部分だと思いますが、そうじゃないようにもっと勉強して、どうやったらもっと簡単に責任できるかな、どうやったら韓国の文化をもっと楽しめるかなって毎日勉強してます。そして TikTok や YouTube でも自分は韓国と日本の文化の違い、また韓国と日本について自分が住んでみて経験した文化を教えてるんですけど、ネットにはほんまに多い嫌悪が存在しています。そこにはいろんな理由があると思いますが、間違えてる情報で韓国が嫌になった方もおるので、
だったら自分がもうちょっと正確な情報で自分が研究した正確な話を伝えながら韓国と日本の関係をもうちょっといい方法に作りたいなって思って TikTok、YouTube、インスタリールなど発信しながら誤解をなくしたりもうちょっと軽く接近できるように活動することになりました。たまにコメントに日本と韓国比べんな、韓国人帰れ、朝鮮人などいろんな、アンチコメントが書かれるんですけど、比べてるもんじゃなくて韓国人やから韓国がいい、日本がいいとかでもなくて普通に真ん中で感じたことだけ伝えてます。これからも韓国のことを高く評価したくないし日本のことを高く評価したくもないです。もちろんこの方が動画が伸びるかもしれないんですけど、それじゃなくて普通に真ん中で正確な情報だけ伝えたいです。どんな国でもいいところもあるし良くないところはあると思います。完璧な国はないです。これからは東京に引っ越すのでちょっと韓国語先生を休むことになるんですけど、後では東京でも韓国語の先生をするつもりだし、ネットでも韓国語の講座を開けようかなとも思ってます。そしてもうちょっと質がいいコンテンツで韓国と日本の壁をなくしてもう一人でも多く差別と偏見がない同じ人間として多様性を尊重しながら話せるようになるように努力したいと思います。以上でシオニムが韓国語先生になった理由とかについて話しました。では今日はここまでしますね。ぜひ一緒に皆さん差別と偏見がない世界を一緒に作りましょう。ではチャンネル登録と高評価お願いします。アンニョン。